あなたは今、FX の知識はあるんだけど、なぜか結果につながらない。こんな理想と現実のギャップに苦しんでいませんか？私も長年このギャップに苦しみました。でもそれって実は知識不足でもなく、トレード技術が足りてないわけでもないんです。あなたには、ちゃんと FX で勝つための力が備わっています。その原因は、ちょっとした思考のズレや感情との向き合い方によるものです。そこで今回は、FX で勝つための知識があるのに勝てない理由と、その脱却方法を私の経験をもとにお伝えします。勝てる知識があるのになぜ勝てないのか。FX 歴が1年から2年ぐらいあれば、ほぼ確実に FX で勝つための知識は十分な状態です。私も今思い返せば、FX を始めて2年ぐらい経った頃には、FX で勝てる知識はあった状態でした。でも、全く勝てていなかったのですが、その時の理由を振り返ってみると、主に3つありました。知識をうまく使いこなせない。FX で全然勝てなかった頃の私は、知識はあったのですが、覚えた知識をうまく使えていない状態でした。例えば、FX で負けていた頃は、何をやっても勝てない状況が続いていたので、自分が勝てないのは知識が足りないせいだ、なんて思っていました。この考えのせいで、さらに知識を増やそうとして、いろんな商材を買い漁ったり、本を読んだりしていました。でも、新しい知識を入れた時点で勝てるようになった気分になってしまい、すぐに実践トレードに入っていました。ところが、当然現実はそんなに甘くなく、実際のトレードではずっと勝てませんでした。今振り返って思うのは、知っていることと使いこなせることは全くの別物だということです。例えば、車の運転をするときに、教本で運転の仕方を覚えていても、実際に運転するとエンストをしてしまう。車の大きさがよくわからずに壁にこすってしまう。これと同じような感覚です。つまり私は、知識を入れることばかりに集中して、覚えた知識を実際に使うアウトプットを全くしていなかったのです。このせいで、筆記試験では100点を取れても、車の運転ができなくて、免許が取れない状態と同じだったのです。ちなみに、知識の入れすぎに関しては、この動画でも紹介しているので、よければ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ダメだと分かっているのにやってしまう。FX で勝てない時の悩みに、分かっているけどできないというのがあると思います。私はこの問題に思いっきり苦しめられて、かなり遠回りしました。例えば、チャートを見ていて大きく上昇しているのを見ると、ここで飛びつくと負けるぞって分かっているのに、我慢できずにエントリーをしちゃうんです。でも案の定、すぐに逆行されてロスカットです。それでロスカットになってから、負けるって分かってたのに何やってんだよ、なんて自己嫌悪になっていました。ではなぜ、分かっているのに反対の行動をとってしまうのか？実はその理由は、脳の仕組みにあるんです。人間の脳は、知識と行動を別の領域で管理しています。知識は理性を判断する領域。行動は感情を判断する領域。この2つの領域は、まるで別の言語を話しているようなものです。よって、動いているチャートを目の前にすると、理性では飛びついたら負けると分かっていても、感情ではそれを無視して、チャンスを逃しているよ。とりあえず入った方が落ち着くよ。エントリーしないと始まらないでしょといった感じで訴えかけてくるのです。その結果、FX で負けていた頃の私は、勝ちたいというよりも、ポジションを持って安心したい、という感情に負けてしまい、負けると頭では分かっているのに、毎回エントリーをしてしまっていたのです。間違った成功体験による悪い癖。間違った成功体験によってついた癖も、勝てる知識がありながらトレードで勝てない要因となります。昔の私は、FX で大量の失敗をして、悪い癖が多くついていました。例えば、現在のチャートが上昇トレンドだとします。こういう場合は、買いでエントリーをした方が勝率が高くて、利益も伸びやすいですよね。FX で負けていた頃の私も、このことは当然理解していました。だから、本来であれば買いでエントリーをすべきなのに、ずっと上昇している状態を見ると、そろそろ反転するのではなんて思ってしまい、適当な寝頃感で逆張りをしてしまうのです。しかし、負けやすい場面でトレードをしているので、当然、
すぐに損切りになってしまいます。こうなると、悔しさでカッとなってしまい、ひたすら逆張りで売り続けて大損していました。なんでこんなことをしていたのかというと、過去に天井でうまくエントリーができて、利益を取れた経験をしたからです。天井でエントリーができた時って、含み損を抱えずに大きな利益が取れた。自分だけのピンポイントでエントリーできた、みたいな快感があって、強烈に記憶に残りやすいんですよね。すると理屈では、適当な逆張りはトータルで見ると負けるって分かっているのに、またあの快感を味わいたくて同じことをしてしまうんです。これを繰り返していくうちに、また同じことができるかもしれないという期待がどんどん膨らんで、いつの間にかそれが当たり前の行動になってしまっていたのです。こういう悪い癖が多くついたことで、勝てる知識を持っていたとしても、実際のトレードでは負け続けていたのです。理想と現実のギャップを埋めるには、FX で勝てる知識があるのに、実際は勝てないのってめちゃくちゃ辛いですよね。私も先ほどお伝えした3つのことが原因で、知識はあっても、リアルトレードでは全く勝てませんでした。この理想と現実のギャップを埋めるために取り組んで、効果的だった方法があります。検証で自分に合ったトレード方法を作り込む。まず、私の場合は、知識を入れるだけでアウトプットができていませんでした。これを解決するために、新しく勉強することをやめて、自分が今持っている知識で、どれが一番使いやすいのかというのをチェックしました。その時に、今までのトレード記録を確認してみたら、押し目買いや戻り売りを狙ったトレードが一番結果がマシでした。感覚としては、他のトレード方法だと月間でマイナス300ピップスだったのが、このトレード方法だと月間でマイナス150ピップスだったようなイメージです。だから、まずはこのトレード方法だけに絞って、徹底的に検証をしていきました。この時に、押し目買いや戻り売りで使えそうな知識だけを選んで検証をしたので、自分の中で知識を整理することができました。例えば、押し目買いをするときに、上昇トレンドが出ていて、反転しそうな場所に水平線を引く。そしてその場所で反発をしたらエントリーをする。このトレードをするのに、トレンドを判断するための知識、水平線を引く知識、といった基礎的な知識を使って検証をしていました。また、ダブルボトムなどの反発パターンを使ってエントリーをするようにしました。そしたら、損切りの位置がはっきりして、損切りを迷うことなくできるようになったのも大きかったです。さらにこれ以外にも、押しの深さを判断するフィボナッチ、マルチタイムフレーム分析、このあたりの知識も取り入れることで、トレードの精度を高めることができました。このように、自分のトレード記録から、マシだったトレード方法を見つけ出して、ひたすら検証をしていました。その結果、自分に必要な知識だけが残った上に、自分に合ったトレード方法も出来上がりました。もし、押し目買いや戻り売りの知識について詳しく知りたい場合は、これらの動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ドットを押さえてトレード。この方法は、ダメだと分かっているのにやってしまう場合と、悪い癖がついていた時に効果的でした。FX で勝てる知識があるのにボロ負けしていた頃って、大損を繰り返していました。だから、その損失を早く取り返したくて、自分の精神的限界を超えたロットでトレードをしていました。このせいで、ポジポジ病、損切りできずに難品、リベンジトレード、といったことを毎回のようにしてしまい、悪い癖がどんどん深くなっていきました。この悪い癖を延々と繰り返していると、自分のバカさに嫌気がさしてきて、いい加減この悪い癖を直さないとダメだ、と思うようになったので、ロットを一旦最低ロットまで落としてトレードをするようにしました。ロットを最低ロットまで落とすと、利食いをしても数百円の利益、損切りをしても数百円の損失、といったように、ものすごい低額になることから、利益になっても損失になっても、感情への影響がほとんどなくなりました。そうなると、チャートを見ていて大きく動いたとしても、どうせ取れても数百円の利益だし、取り逃してもいいや、という感じで気持ちに余裕ができて、冷静にチャートを見れるようになりました。損切りになりそうになっても、数百円の損失だし別にいいや、という気持ちにもなったので、躊躇なく損切りができたし、リベンジトレードもしなくなりました。ただ、連敗が続くと、だんだんと怒りが湧いてきて、危ない時もありました。
それでも、ボロ負けしていた頃に比べると、致命的な損失は受けなくなりました。ロットを抑えたことで退場せずにトレードを続けられたおかげで、ダメだと分かっているのにやってしまう行為や悪い癖が少しずつ出なくなっていきました。ちなみに、ロットを落としたのは分かったけど、いつロットを上げていたのなんて思ったかもしれません。私の場合は、まず1ヶ月間で余計なことを5回以内に抑えた上に、トータルがプラスになったら、次の月から0.01ロットを上げました。そして次の月も同じ結果になったら、また同じロット数を上げました。これが3ヶ月連続で同じことを達成できたら、0.02ロットなど、少し多めにロットを上げていきました。逆に負けた月は、ロットを上げたことが影響していたので、次の月からはロットを下げました。少しロットを上げるだけでも、今まで平気だったエントリーが怖くなる。損切り後に怒りが湧いてくる。など、無意識に感情がブレやすくなっていたんですよね。こんなことを地道に続けていくうちに、それなりのロットでトレードができるようになりました。もし、ロットの上げ方について詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。稼ぐことを諦めた。私は FX で勝てるようになるまでに1000万以上の損失を出したのですが、この時にとことん負けたせいで、今はもう何をしても勝てない、と完全に悟った時期がありました。この時に確かトレードに使える資金が20万とかくらいしかなくて、この資金も溶かすなら最後ぐらいルール通りにやって溶かそう。これで溶かしたらもう FX は引退って決めて、先ほどお伝えしたように最低ロットまで落としてトレードをし始めました。そこからは FX で稼ぐことを完全に諦めて、ルール通りにやって、正しい成功体験を積み上げることだけに集中しました。そしたら、最低ロットでトレードをしているから、焦らずに済んだので、ルール通りのエントリーができました。その時に運よく利食いができたのですが、ルール通りにやるとこんなにあっさり勝てるのかなんて拍子抜けしたと同時に、少し嬉しさがあったんです。たった数百円の利益だったんですけど、ルール通りにできて勝てたという実感が多分嬉しかったんだと思います。ここからもう一回この喜びを味わいたいっていう気持ちが出てきて、またルール通りにやることに集中できました。もちろん、すぐに完璧にルールを守れるわけでもなく、ダメなトレードもしていたのですが、ルール通りできて勝てた時の喜びが残っていたので、大崩れせずにトレードを続けられました。こんなことを1年ぐらい続けていくうちに、ルール通りやってれば勝てるんだなっていう思考回路が出来上がってきて、ものすごく少しずつですが、トレード結果が良くなっていきました。不思議なもので、早く勝ちたい、早く損を取り返したい、と思っていた時ほど、結果は遠ざかっていきました。逆に、今は稼がなくていい、と開き直った時の方が、ずっと冷静にトレードができたんです。だから、もしあなたが今勝ちたい気持ちで焦っているなら、一度、勝つことを横に置いてみるのもありかもしれません。FX で勝つ知識があるあなたなら、きっとすぐにトレード内容が改善されると思います。勝ちは近い。焦らずに心を整えるだけ。FX で結果を出すために必要な知識やトレード技術は、1年から2年以上あれば十分身につきます。もしあなたが FX 歴が1年から2年以上あるけど、思うような結果が出ていない場合も、勝つための知識や技術は十分あります。それなのに思うように進まないのは、自分の知識をうまく活用できていなかったり、結果を出そうとする気持ちが強くなってしまったりと、ほんの少しの掛け違いが原因であることがほとんどです。そもそもあなたぐらいのレベルになると、FX での勝ちが目前にある状態です。勝ちが近いと、あと少しという気持ちから焦りがちですが、今こそ一旦落ち着きましょう。ここでちょっと1年後のことを想像してみてください。例えば今現在、FX で思うような結果が出ていない状態で、これからも焦って稼ごうとし続けてうまくいかずに、来年の今頃も同じ位置にいる自分。それとも今日から一旦稼ぐことを横に置いて、ロットを落とすなどして冷静にトレードをしていき、着実に正しい成功体験を積み上げる。そして来年の今頃には、専業トレーダーが見えてくる位置にいる自分。あなたは、どっちの1年後の自分を望みますか？でも、1年で専業なんて見えてくるの？こんなことを思うかもしれません。
ここまでこの動画をしっかり見てくれているあなたなら、普通に実現可能だと私は思っています。だってそもそもの話、あなたにはすでに FX で勝つ力が備わっているんですよ。ということは、意識と行動を少し変えるだけで短期間で劇的に変わる可能性を秘めているわけです。FX でなかなか結果が出ないと、どうしても後ろ向きな気持ちになりやすいですが、もっと自分の力を信じてあげた方がいいです。この動画でもお伝えしたのですが、あなたぐらいになってくると、あとはトレード技術ではなく、自分自身に打ち勝てるかどうかだけです。この最後の壁が高く感じるかもしれませんが、ここまで FX を頑張ってきたあなたなら、乗り越えられるので大丈夫です。あなたは今、富士山でいう9合目の位置にいます。もうすでに頂上付近にいて、信じられないぐらい綺麗な景色をあと少しで見れる位置にいます。だからこそ、ここで今一度自分に気合を入れて、最後のもう一踏ん張りをしてみませんか？そうすれば、1年後のあなたは頂上にたどり着いて、最高の景色を堪能しているかもしれませんよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。